始めていきたいと思います。この物件は新築で、間取りは 1SK、 リビングは 5.5 畳で、アンダーロフトが 5.2 畳です。家賃は49,000円です。まずは玄関から紹介していきたいと思います。はい、こちらが玄関です。ドアのところに傘立てを置いてます。こちらはマグネット式タイプで、ダイソーで購入したものです。玄関入ってすぐのところにシューズボックスがあります。真ん中の段は鍵置きとして使用してます。靴をこういう風に並べて収納してます。玄関入って右側のところにはパブリックポスターを飾ってます。左側がトイレです。その隣がクローゼットになってます。次はキッチンの紹介をします。こちらがキッチンです。全然 DIY とか何もしてなくて、全くおしゃれではありませんが、こちらの調味料入れはフランフランで購入したキャットキャニスターで1つ1200円でした。尻尾のところにシュガーとソルトと書いてあります。私は猫が好きなので一目惚れして買ってしまいました。このまな板はお母さんからもらったものです。そしてこちらフランフランで購入したツール&ホルダーセット2500円でした。とても使いやすいです。そしてこちらもフランフランで購入したシェルキッチンディスペンサー1400円でした。私は洗剤入れに使ってます。このようにちょっとベースが狭いので、その隣にニトリで購入したキッチンカウンターっていうんですかね、これを使ってます。こちらで野菜を切ったりいろいろしてます。そしてこれはお母さんからもらったホットサンドメーカーで、こちらが一人暮らしにぴったりな小さめの炊飯器です。この引き出しには箸とかが置いてあります。で、その下がお皿を収納してます。このお皿も全部お母さんからもらったもので、お母さんはお皿が好きなのでたくさんもらいました。こっちはゴミ袋とかを収納してます。その隣は冷蔵庫とレンジを置いてます。こちらにオリーブオイルとかバルミューダのポットとかを並べて置いてます。次はお風呂場の紹介をしたいと思います。キッチンのすぐ後ろにお風呂場があります。本当に何もしてない生活感満載ですが、こちらのランドリーバスケットはフランフランで1728円です。結構大きめで使いやすいです。こちらのタオルを置いてある棚っていうのかなは IKEA で購入したものです。これで2階の紹介を終わります。次は1階のリビングとアンダーロフトの紹介をしたいと思います。天井は吹き抜けです。ちょっと動画じゃ分かりづらいかと思いますが、でも開放感があります。それでは1階に降りたいと思います。階段からの眺めはこんな感じです。そしてカーテンはブラインドにしました。ニトリで購入しました。色がちょっと分かりづらいですがブラウンです。すごくおしゃれです。階段を降りてすぐのところに全身鏡を置いてます。こちらもニトリで購入しました。すいません、ちょっと
値段がわからないのですが、こちらの鏡はこう開けるとシューズボックスになってます。さっき紹介した玄関のシューズボックスだけだと靴が収まらないので、こちらに冬物の靴とかを収納してます。そしてその隣に同じくニトリで購入したチェストを置いてます。こちらは7120円でした。こちらのチェストにはこういう風に100均のトレイを使って化粧品を収納してます。毎朝ここで化粧品を選んで化粧してます。このトレイに乗せて化粧品を選んでます。一番下の段はルームウェアを収納してます。こちらのスペースなんですが、こちらはヨガマットを引いて毎日筋トレをしたり、夜と時間があれば朝ヨガをするスペースになってます。こちらはローヤで購入したドレッサーです。19,990円でした。こちらのドレッサーは結構スリムなので狭いお部屋にも置けるドレッサーかと思います。そして私は鏡のところに女優ライトをつけてます。こちらは楽天で購入しました。そしてこちらは無印良品で買ったスタンドにネイルと化粧品を並べてディスプレイしてます。こちらは引き出しを開けると取り出すことができます。ドレッサーの隣にニトリで購入したドライウィローを置いてます。610円でした。こちら値段を調べてる時にホワイトもあって、見逃したなと思いました。ホワイトが可愛いと思います。こちらのテレビボードはニトリで購入したもので7990円でした。色が3色展開ありまして、私はホワイトを購入しました。こちらは私のお気に入りのディフューザーなんですが、こちらもニトリで購入しまして1518円でした。香りがとっても好きです。こちらのローテーブルはローヤで購入しました。19,990円でした。大理石柄が好きなので一目惚れして買ってしまいました。そしてこちらにソファーを置いてます。ニトリで購入したソファーで21,890円でした。こちらのソファーはとってもコンパクトなので一人暮らしとか狭いお部屋にぴったりなソファーかと思います。足も外せるのでローソファーとしても使えます。そしてラグなんですが、こちらもローヤで購入したもので6990円でした。こちらのファブリックポスターは倍まで購入したもので4199円でした。写真で見た感じよりかなり大きいです。届いた時にちょっとびっくりしたんですが、存在感があってお部屋の雰囲気がガラッと変わっておしゃれなのでとても気に入ってます。そしてドレッサーの上に飾ってあるのがフラワーボールでフランフランで購入したものです。大きいのが2800円、中ぐらいの大きさのが1500円で、小さいのが800円です。これはもう可愛すぎて一目惚れで買いました。最後に寝室を紹介したいと思います。こちらはアンダーロフト部分になります。こちらの造花はリトルルームスで購入したもので1800円くらいだったと思います。こちらの棚は IKEA で購入したもので上にいろいろ飾ってます。この変形ミラーがすごい好きです。その下によく使うバッグを置いてます。
ちらすのこのベッドです。このすのこは牢屋のもので6790円でした。枕カバーとベッドシーツと布団カバーは無印のもので、だいたい3つ合わせて1万円くらいだったかと思います。そして今つけてる夏用のカバーとこちらのタオルケットは緑で購入したものです。こちらにもファブリックポスターを飾ってます。ドライフラワーはお母さんが作ってくれたものです。そしてベッドサイドテーブルは IKEA で購入したものを使ってます。上に置いてあるテーブルランプはニトリのもので2027円でした。結構明るいので夜寝る前とかはこの明かりだけで過ごしてます。そしてこちらのタンスがニトリで購入したもので12,120円でした。洋服を収納しているんですが結構いっぱい入るのでおすすめです。そしてこちらがアンダーロフトからの眺めです。これで私のルームツアーを終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。